はいんでー。まだ起きとったんか？眠れへんのか？ああ、どうした？なんか考え事してんの？ああ、そうか。まあ悩める夜もあるよな。でもあれやで。眠れへんからって言って、考え事ずーっとしとったりさ、スマホとかパソコンずーっと見とったらあかんで。まあなんかリラックスする音楽みたいなの聞くのはええと思うけど、ちゃんとスマホは閉じて、目つむっときや。よしよし、大丈夫やからな。君なんか全然優秀やぞ。うん、そうや。ダメなやつなんかいくらでもおるからな。俺含めな。大丈夫やぞ。そうやって悩んでること自体君がちゃんと真面目に取り組んでる証拠やからな。真面目じゃないと悩まんからな。うん。それに意外とみんな結構悩んでるもんやで。一人じゃないからな。うん。大丈夫やぞ。君がよくやる子っていうのは知ってるからな。うん。君らしくちゃんと真剣にやっとったら大丈夫や。もしちょっとでもなんや、負い目を感じることがあったら、まあ次からちょっとずつ直してな、改善していけばいいだけのことやから。うん、大丈夫大丈夫、ほんとな。うん、遅いなんてことないからな、どんなことにもな。うん。で、まあ本題やけど眠れへんみたいやからさ、絵本久しぶりに読んであげようか思って。最近絵本広場っていうなんか無料で絵本を読めるとこ見つけて、そこで何個か気になる絵本を見つけたからさ、よかったら隣で読んであげるわ。だからちゃんと布団かぶって、うん、そうそう、布団ちゃんとかぶって、んで、部屋暗くして、目つむりながら聞いといてな。うん。じゃあ、4冊ぐらい読もうかな。うん。まず一つ目はこちら。熊やめた。じゃあ行くな。熊やめた。こんにちは。熊です。僕、他の動物になってみたいんだ。よし。熊やめた。何の動物になろうかな。こんにちは、熊くん。どうだい僕の角。大きくて、かっこいいだろう。こんにちはヘラジカくん。僕もかっこいい角が欲しいな。よし、ヘラジカになろっと。どうだい僕の大きな角。かっこいいだろう。おっとっと、角が大きすぎて木の間を通れないよ。ヘラジカやめた。こんにちはくまくん。どうだい僕の長いお花は。これで遠くにあるものがたくさん取れるんだ。すごいだろ。こんにちはゾウさん。僕も長い花が欲しいな。よし、ゾウさんになろっと。どうだい僕の長い花。かっこいいだろ。うんしょ、うんしょ。うーん、鼻が重くて歩きにくいよ。ゾウさんやめた。こんにちはくまくん。どうだい僕の長い首。これで木の上の木の実が取れるんだ。すごいだろ。こんにちはキリンさん。僕も長い首が欲しいな。よし、キリンさんになろっと。どうだい背が高くて、かっこいいだろう。これで木の実をたくさん取るんだ。うわぁ、僕は何にもなれないよ。大きな角もないし、長い鼻もない、長い首もない。僕にはすごいところなんて一つもないんだ。くまさんこんにちは。
どうして泣いてるの？こんにちは、小鳥さん。僕にはすごいところがないんだ。だから、悲しくて泣いてるんだ。あら、クマさんすごいところ、たくさんあるじゃない。お魚取るのが上手だし、木登りができるし、寒い冬は暖かい場所で春になるまでずっと寝られるでしょ？それってすごいことなの？ええ、とっても。そっか。じゃあ僕はクマでよかった。おしまい。意外と自分が気づいてないだけでいいところはたくさんあるのかもしれないみたいな話だね。ちょっと途中で誤字あったね。いい感じに読めたのでよかったよかった。次はね、これ、ミツバチカーのカフェ。行くね。ミツバチ8匹はどこからかやってきました。僕らは旅するミツバチカー。蜜を探してどこまでも飛んでいくんだ。ブンブンブーン。おや、いい匂いがするぞ。ハチくんが言いました。菜の花畑です。ミツバチ8匹は一斉に飛んでいきました。そして歌い始めました。ブンブン、蜜を集めよう。ブンブン、ミツバチ、ミツバチか。ミツバチさん偉いわね。テントウムシのテントウさんが言いました。ミツバチ8は褒められると、もっと頑張ります。集めて集めてブンブンブーン。ミツバチ8って読むんだね。8じゃなくて。キラキラ、トロトロの蜜を集めたら、さあ、出発だ。テントウさん、遊ぼ。ダメよ、つーちゃん。ブーンブーン。ミツバチカーは車を走らせて桜並木までやってきました。わ、桜が満開だ。キキー、ストップ。ここでお店を開こう。と、エイトくんが言いました。さあ、準備開始です。あたり、あたり、あたり。車の扉、屋根が開いて、ミツバチカーはミツバチカフェになりました。森で採れた木の実を並べて、ストロー、お皿を用意して、ミツバチみんなでお店の準備を始めます。あ、そうそう。今日のメニューは、タンポポコーヒーに蜂蜜団子。エプロン着なきゃ。お皿、茎、ストロー、木の実、花粉だよ。どんぐり。看板出して、お掃除しなきゃ。テーブルクロス。みんなが準備していると、朝あった、銭湯さんがお店に来てくれました。わあ、いらっしゃい。銭湯さんは、タンポポコーヒーください。と言いました。はい。では、席でお待ちください。と、つーちゃんは言いました。エイトくんは、早速タンポポコーヒーを入れ始めます。太陽に当てた、タンポポの根っこ。細かく砕いて、粉にして、お湯を注いで、とり、とり、とり。ティーカップに注いで、仕上げに蜂蜜をとろーりと入れて、出来上がり。いい香りが広がりました。甘くてあったかーい。テントウさんはほっとしました。
あらー、いい香りね。と、しじみ蝶姉妹が飛んできました。甘いお菓子はあるかしら。はい、甘いお菓子ですね。それじゃあ、蜂蜜団子はいかがですかと、つーちゃんが聞くと、二人は、それください、と言いました。こちゃんと、違うか、ファイブちゃんとフォーちゃんは、蜂蜜団子を作ります。花粉に蜂蜜混ぜ混ぜ混ぜ。こねこねまーるくコロリンコ。葉っぱのお皿にお団子乗せて、木の実やお花も飾っちゃおう。仕上げに蜂蜜をたっぷりかけて、出来上がり。甘くてしっとり。二人はニコニコになりました。ミツバチか？なんだなんだ？お菓子屋さん？と、森のみんなも集まってきました。いつの間にか、ミツバチカフェはお客さんでいっぱいです。はい、お待たせです。タンポポコーヒー4つ。わあ、美味しい。お、ありがとう。うまうま。美味しい。森のみんながやってきて、たくさん注文が入ります。ミツバチカフェは大人気なのですが、つーちゃんは忙しすぎて疲れてしまいました。あ、お団子こぼしちゃった。気をつけて。またお客さんがやってきました。花粉団子をくださいな。ハヤネズミさんの家族です。はい。あ、ちょうど最後のお菓子がありますよ。と、つーちゃんができた花粉団子を渡そうとすると、コロリ、コロコロ、あ、なんてことでしょう。落としちゃった。ごめんなさい。これが最後だったんです。蜂蜜も終わっちゃったんです。と、エイトくんが言いました。仕方ないね。それなら帰る。仕方ないね。としょんぼり。かやねずみさんたちは帰ろうとしました。なんとかならないかな。うーんと、うーんと、ひらり、ひらり、ひらり。あ、そうだ。いいことを思いついた。かやねずみさんたち、ちょっと待ってて。と言いました。桜だよ。みんな、桜の蜜を集めようよ。と言いました。そうか。つーちゃんよく気がついたね。みんなもすぐに飛び立って、蜜を集め始めました。ブンブン、蜜を集めよう。ブンブン、ミツバチ、ミツバチか。みんなで力を合わせたら、すぐに蜂蜜がいっぱい集まったよ。わーい、やったね。そして、ミツバチカフェの中でお菓子作りが始まりました。まず、ワンくんから、どんぐりを火の中にパチパチパチ。つーちゃん、皮を剥いてシャーリシャリ。コロコロコロとすりつぶし。スリーちゃん、フォーちゃん、とろーりとろとろ蜂蜜を混ぜて、ファイブちゃん、シックスちゃん、セブンちゃん、コロコロっと丸くして、どんぐりクッキーの出来上がり。サクサク甘い。ミツバチエイトのみんなありがとう。かやねずみさんが言いました。いいなぁ、と見ていた他のお客さんが言いました。もちろん皆さんもどうぞ、とエイトくんは言いました。だってこれはとびきり大きいお団子なんですから。待ってましたとお客さんはすぐに注文しました。うわ、これも美味しい。ミツバチカフェ、最高よ。と、
みんな褒めてくれました。褒められて嬉しいミツバチ8匹。ブンブンブーンと羽を鳴らしました。おしまい。絵も綺麗でなんか話のテンポもいい感じだったね。ちょっとミツバチの名前が英語だったのがちょっと意外だったけどね。じゃあ次はタツノオトシゴくんの初めての冒険かな。ここは深い深い海の中。海の底から楽しそうな笑い声が聞こえてきます。何の話をしてるのかな。ちょっと覗いてみましょう。海の底にいたのは小さくて丸い小石ちゃんとくるんとした尻尾のかわいいタツノオトシゴくん。二人はとっても仲良し。朝から夜までおしゃべりするのが大好きです。ある日、いつものようにおしゃべりしていると、ぐら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 、海の中が揺れ始めました。なんだろなんだろ。初めてのことに二人はびっくり。ピュン、ピュン、ピュピューン。上を見上げると、たくさんの魚がものすごい速さで泳いできました。イワシさんだ。こんなにたくさん見たのは初めてだ。小石ちゃんも、タツノオトシゴくんも目をまん丸にしてびっくり。やあ、おちびさんたち、びっくりしたかい？海の中にはもっとびっくりがたくさんさ。そう言って、イワシたちはあっという間に泳いでいってしまいました。びっくりしたね。ドキドキしちゃった。ね。あんなに急いで、どこへ行くんだろう。二人は楽しそうに、イワシの群れを見た感想をおしゃべりしました。その夜、タツノオトシゴくんはまだドキドキして眠れませんでした。海の中にはもっとびっくりがあるのかな。見てみたいな。次の日、タツノオトシゴくんは初めて海の中を冒険することに決めました。僕、もっともっと知らないびっくりを見たいんだ。気をつけてね。僕は行けないから、ここで待ってるね。こうしてタツノオトシゴくんの小さな冒険が始まりました。タツノオトシゴくんが初めて出会ったのは、小さなふわふわしたクラゲさんでした。こんなところで何してるの？ふわり、ふわり。海の中をお散歩してるの。体もふわふわしてるね。ふわふわきれいに見えるでしょ？でもね、僕に触ると、ピリピリピリリ。危ないよ。そうだ。君に僕の仲間を紹介するよ。わーい、ありがとう。実はクラゲさんに会うのって初めてなんだ。わ、すごい。色も形も違うけど、みんなクラゲさんなんだね。そうだよ。ふわぷわ、ふわふわ。それだけでみんな、馬なんだ。僕もいつか仲間に会ってみたいな。ほら、あっちからたくさん魚がやってくるよ。君の仲間もいるかも。こんにちは。こんにちは。すごいな。海の中ってこんなにたくさん魚がいるんだ。タツノオトシゴくんはワクワクキョロキョロ。もっと海の中を知りたくなりました。少し泳いでいくと大きな壺がありました。なんだろう。中に何かいるのかな。そろーりそろり。恐る恐る近づいてみます。うわぁ、足がたくさん。はっはっは。びっくりしたかい？壺の中にいたのはタコさんでした。足が
1、2、3、8本あるのさ。たくさんは自慢げに言いました。そうだ、あっちに行ってごらん。俺よりもっとすごい奴がいるんだ。角落とし子くんはタコさんの指さす方へ行ってみることにしました。タコさんの教えてくれた方に行ってみると、うわー、なんて大きいの？こんにちは、おちびちゃん。びっくりすること、教えてあげよう。クジラさんが喋ると、大きな泡がぷくぷくできます。ザバーン！クジラさんの潮吹きで、角落とし子くんは高く高くジャンプしました。わあ、僕、空を飛んでる？クジラさんは嬉しそうに何度もタツノオトシゴくんをジャンプさせてくれました。クジラさんありがとう。また一緒に遊ぼうね。クジラさんは大きな尻尾を使ってバイバイしてくれました。クジラさんとお別れした後、タツノオトシゴくんは遠くの方に何か浮かんでいるのを見つけました。なんだろう？近づいてみることにしました。こんにちは。君の名前はなーに？やあ、こんにちは。僕はラッコさ。ラッコさん、こんなところで何をしているの？ぷかぷか。ゆらゆら。海を泳いでいるのさ。大好きな貝と一緒にね。へえ、それって楽しそうだね。大好きな貝を抱っこして、毎日海をお散歩。辰野としごくんは、そんな暮らしも素敵だな、と思いました。上を見てごらんよ。綺麗でしょ？あの一番大きい丸。お月様って言うんだよ。僕、生まれて初めてこんなに綺麗なものを見たよ。辰野としごくんは、うっとりとした幸せな気持ちになりました。お月様を見てるとね、昔見つけた綺麗な真珠のことを思い出すんだ。君は、お月様を見て何を思い出す？僕は、ふと、海の底にいる小石ちゃんを思い出しました。ラッコさん、僕、小石ちゃんのところへ戻らなきゃ。たくさん見たびっくりを小石ちゃんに話したいよ。そうだね。また遊びに来てよ。次は君の友達も一緒に。夏の落とし子くんの初めての冒険は一旦おしまい。急いで小石ちゃんのいる海の底へ泳ぎます。小石ちゃん、ただいま。おかえり。早かったね。辰野落とし子くんは嬉しくて、小石ちゃんをぎゅっと抱きしめました。冒険は楽しかった？うん、とっても。僕の知らない海をたくさん発見できたよ。二人はまた朝から夜まで楽しくおしゃべりしました。次はいつか二人で冒険に行こうね。おしまい。とまあこんな感じなんだけれども。どう？ちょっとはリラックスした？まあこの時点で寝てる子も寝てない子もね、まああんまり一人で悩まんようにしよう。うん、大丈夫やからな。なんとでもなる思うときや。じゃあおやすみな。いい夢見んや。またね。